皆さん、こんにちは。日本語デイリーポッドキャストへようこそ。司会の春樹です。ゆいです。よろしくお願いします。ゆいさん、最近夜は特に寒くなりましたね。本当ですね。もうすぐ年末ですし、忘年会や新年会のシーズンがやってきますね。そうなんです。友達や会社の同僚と飲む機会が増えますよね。飲み会って話が盛り上がると、つい時間を忘れちゃいませんか？あ、もうこんな時間って。わかります。そしてそこで心配になるのが今日のテーマです。今日のテーマは、終電を延ばしたらどうするです。うわー、これは大事なテーマですね。考えただけでちょっとドキドキします。ですよね。今日はもし終電を逃してしまったらどういう選択肢があるのか、僕たちの経験も交えながら話していきたいと思います。はい。リスナーの皆さんも一緒に考えてみてくださいね。さて、ゆいさん、正直に聞きますが、終電を逃したことありますか？正直に言うと、あります。一度だけですけど。やっぱり経験者でしたか。僕は終電を逃したことは実は一度もないんですよ。すごい。一度もないんですか？どうしてですか？僕は心配性なので、飲み会が始まる前に必ずスマートフォンのアプリで終電の時間をチェックするんです。そして終電の30分前にはアラームをセットしておきます。なるほど。準備がしっかりしてるんですね。私はいつも、まだ大丈夫、まだ大丈夫って思っちゃって。そのまだ大丈夫が危ないんですよ。ゆいさんが終電を逃した時はどうしてそうなったんですか？大学の時の友達と久しぶりに会って話がすっごく盛り上がったんです。昔の話とか今の仕事の話とか、それで時計を見たら終電の5分前で。うわ、それは焦りますね。はい、もうめちゃくちゃ焦りました。やばい、間に合わないかもって言いながら友達と一緒にお店を出て駅まで全力で走りました。間に合いましたか？それが、駅に着いた時、目の前で電車のドアが閉まっちゃって、ホームで電車を見送りました。悲しかったです。それは悔しいですね。一番悲しいパターンだ。間に合うと思ったのに間に合わなかった時。そうなんです。だから、春樹さんみたいに事前に終電の時間を調べておくのは本当に大切だなってその時学びました。そうですね。終電を逃さないためには、まず自分の乗る電車の時間を知っておくことが第一歩ですね。本当にそう思います。皆さんも飲み会の前には終電のチェックを忘れずに。ではここからは、もし終電を逃してしまったらどうするか、具体的な方法について話していきましょう。はい。私の経験も役に立つかもしれません。終電を逃した後、ゆいさんはどうしたんですか？その時は駅の近くに友達の家があったので、ごめん、止めてくださいってお願いしました。それが一番安全で安全な方法かもしれませんね。近くに友達が住んでいる場合。はい、本当に助かりました。でも、もし友達の家が近くになかったら、どうしようって思います。春樹さんならどうしますか？そうですね。僕がまず考えるのは、タクシーで帰ることです。タクシーか。確かに一番早く家に帰れますけど、お金がかかりますよね。特に夜は高くなりませんか？その通りです。夜遅い時間は深夜料金といって値段が 20% くらい高くなることが多いです。家が遠いとかなり高額になる可能性もありますね。ですよね。他に方法はありますか？はい、あります。例えばビジネスホテルや日本のユニークな宿泊施設であるカプセルホテルに泊まるという選択肢もありますね。カプセルホテル。
言葉はよく聞きますけど、泊まったことはないです。どんな感じなんですか？狭くないですか？いい質問ですね。確かに部屋はベッドくらいの大きさのカプセルなので広くはありません。でも寝るだけなら十分快適ですよ。へえ。最近のカプセルホテルはすごく綺麗で、シャワーはもちろん大きなお風呂やサウナがあるところも多いんです。値段もビジネスホテルよりずっと安いですし、終電を逃したサラリーマンや旅行者に人気ですよ。そうなんですね。ちょっと面白そう。一回泊まってみたいかも。安全ですし、男性用と女性用でフロアが分かれているところがほとんどなので、女性一人でも安心して利用できます。なるほど。それはいい情報ですね。覚えておきます。ホテルに泊まる以外だと、私の友達はカラオケボックスで朝まで歌っていたことがあるって言ってました。ああ、カラオケで朝まで過ごすオールですね。若い人はよくやりますね。はい。フリータイムというプランを使えば、夜から朝までずっと同じ料金でいられるから安いみたいです。確かに安いですけど、ゆっくり眠るのは難しいかもしれませんね。ずっと音楽が聞こえてきそうですし。確かに、眠るのが目的ならカラオケはちょっと違うかも。そういう時は漫画喫茶やインターネットカフェもいい選択肢だと思います。あ、漫画喫茶。最近はすごく綺麗だって聞きます。そうなんです。個室のようになっていて、リクライニングチェアでゆっくりできるところが多いです。シャワーがあったり、ドリンクが飲み放題だったり。それは快適そう。漫画もたくさん読めるし、時間もあっという間に過ぎそうですね。ええ。だから、もし終電を逃したら、無理にタクシーで帰るんじゃなくて、近くのホテルや漫画喫茶で安全に朝まで過ごすというのも賢い方法だと思います。確かに、パニックにならずに落ち着いて周りを探してみることが大事ですね。まさにその通りです。終電を逃すという経験はしたくないですけど、もしもの時のためにいろいろな選択肢を知っておくと安心ですよね。はい。今日の話を聞いて、もしまた終電を逃しても、前よりは落ち着いて行動できそうです。いや、まずは逃さないように頑張りましょう。はい。いやー、今日もたくさん話しましたね。終電の話、意外と奥が深かったです。本当ですね。それでは最後にこのコーナーです。今日のベストフレーズ3選。このエピソードで使った便利で覚えやすいフレーズを3つ僕が選びました。お願いします。はい。まず1つ目は、終電を逃すです。今日のテーマそのものですね。話に夢中になって終電を逃してしまったというように使います。とてもよく使う表現なので、ぜひ覚えてください。2つ目は、間に合うです。これも会話でたくさん出てきましたね。駅まで走ればまだ終電に間に合うかもしれないのように使います。逃すの反対の言葉としてセットで覚えると便利です。確かに。そして3つ目は、どうしようです。これは困った時やパニックになった時に使うとても自然な表現です。終電を逃した、どうしようのように独り言としてもよく使います。気持ちを表現するのにぴったりのフレーズです。あ、私もよく使います。どうしようって。はい。以上、今日のベストフレーズ3選は、終電を逃す、間に合う、どうしようでした。ぜひ使ってみてくださいね。はい。さて、リスナーの皆さんはどうですか？もし終電を逃したらどうしますか？あるいは終電を逃した面白い経験があったら、ぜひコメントで教えてくださいね。皆さんの国の場合はどうかも気になります。皆さんのコメント楽しみにしています。日本語デイリーポッドキャスト、今回はここまでです。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またねー。さようなら。